鳥犬チャンネルです。今回は長谷川から発売されました限定品ってされてますね、ザブングルの重武装バージョンの方を全塗装していきたいと思います。まずは改造です。肩部分のね、ランチャーとバズーカ、こちらの取り付け部がピンだったのでネオジムで取り付けることにしました。今ね、穴開いてないパーツと開いてるパーツ、穴開いてるパーツをゲージにして穴開いてない方も穴開けてます。これでね、いくつかね、ピンなしで、取り付けれるようにしていきたいと思います。で、穴開けたところは後で 2mm のハイキューのネオジムを入れてあげます。前に最初に発売されたザブングルも持ってるんで、こちらもねもう塗装はしてるんですけど、同じようにして穴を開けてあげました。で、穴がずれたら困るんでね、ランナーをね突っ込んであげるんですよ。 2mm のポリ軸の、はい、穴開けたところにこのように 2mm のポリ軸を刺してあげます。こうしてねどんどん穴開けていってあげるとズレがだいぶね減ります。で、武器の方のね、基部の方のピンは最初の放送ではね 2mm やってお伝えしたんですけれど、ノギスでちゃんと測ると 1.5mm でした。ちょっと細いんかな思って強度的に怖かったのと、あとねやっぱりね先に作ったザブングルと取り付けもしたい、武器を取り付けしたいっていうこともあったんで、このような工作をしてみることにしました。はい、また穴開けたところを 2mm のポリ軸を差し込んであげます。こうするとね穴のずれっていうのはだいぶ抑えることができます。胸上のパーツのこの2つのパーツなんですけど、これ留めてるのは両面テープで留めてますね。両面テープで留めたところでずれがないような位置を設定して 2mm のピンバイスで開けていっております。はい、そしてお次にね武器の基部の方なんですけどね、こちらもネオジムを仕込んでおります。はい、胸の方にもネオジム入れました。 2mm のネオジムを入れてます。武器の方のね基部の方は 1.5mm のプラパンを一番下に引いて、その上に穴を開けた 1mm のプラパンを貼ってます。その 1mm のプラパンの方に 2mm 系のネオジムをはめ込んであげてます。キットのままだとね、ピン止めになるんで穴開けたパーツを毎回差し替えてあげなきゃいけないんですけれど、ネオジム止めにしておけば他のキット、ザブングルですからね、2機持っている人は2機ともこのようにネオジムを設定してあげれば付け替えが簡単になります。次は肩軸なんですけどね、腕と肩をつなぐ軸、これがねちょっと短い気がしてたんで、前回はね寿の丸っこいパーツ貼って長くしてあげたんですけど、今回はね 1.5mm のプラパンを切り出して貼り付けることにしました。ポンチで 1.5mm のプラパンをくり抜いてあげます。で、そのくり抜いた丸いプラパンを2枚貼り合わせて 3mm にしてあげました。 1mm ずつやってもいいんですけどね、そこは好みですね。で、周りをこのようにねニッパーで切ってあげて、あとは貼り付けてあとを成形します。で、軸の真ん中に後で 0.5mm の真鍮線を中通ししてあげました。真鍮線通すときはね薄くこのように瞬着入れてあげて切り取ってあげた後、ヒートペンでねグッと押してあげるといい感じで刺さってくれます。塗装はまた黒から鑑定色で、まずネイビーブルーで色を塗ってあげます。武器のところから塗ってあげます。ネイビーブルー吹いて乾いた後で、あとはねブルーでちょっとアクセントをつけていきます。設計図での指定色は328の青を使うことになっています。はい、そして薄いグレーのところは明配色の目つぶしタイプのを塗っていきました。指定ではね、308のグレー使ってるみたいですね。次は黄色のとこですが、ダークイエローを吹いて
乾いた後でイエローを拭いております。胸の黄色単価もね、この黄色を使いました。指定色はキャラクターイエロープラスホワイト少々になっております。脚部のグレーはニュートラルグレーを拭いております。下地にね、黒立ち上げ鑑定色でいってるので結構グラデーションは効いてくると思います。次は翼の白いところですね。グラデーションかけたいのでまずミディアムブルーを拭いていきました。そしてパネルに沿いながら次はクールホワイトを拭いていきます。指定色ではグランプリホワイトが指定されております。グランプリホワイトだとねちょっと隠蔽力ないのでね何回か拭いてあげないといけないかなとは思います。前までスーパーホワイトよく使ってたんですけど最近クールホワイトを愛用しております。はい、次は機体本体の青色です。まず下地にパープル&ホワイトの調色したものを拭いてあげて乾いた後でスカイブルーをのっけていきました。でさらに色あせた色にしたかったのでライトブルー拭いてます。単なるライトブルーだとねちょっとグレー寄りなんで323のライトブルーブルーインパルスカラーっていうのを使っております。アクセントの濃い青のところはフロシアニンブルーを使いました。赤いところはまずシャーピンクを拭いてあげてそれが乾いた後でスカーレットを拭いております。デカール貼るに移ります。長谷川さんのキットね塗装不要ってあるんですけど塗装のないところの成型色の違うところこういったね白とかね白黒赤のところでカバーします。赤のラインなんかはね車輪のカバーですね。であとはねいろんなデカールがね入っててね嬉しいです。バンダイさんなんかね昔はデカール使ってくれてたキットもあるんですけどね今シールばかりですからね。エヴァの RG なんかシールやったんでねちょっとねやっぱちょっとデカール派の人にとってはシールはいまいちなんで本当は長谷川さんはねありがたいですね。でちゃんとね別売りじゃなくて同封して発売してくれてるっていうのは本当ありがたいことだなと私は思ってます。またデカールがね原用の兵器とかからね参考にしてるところが来るんでノーステップもたくさんあったりね原用の兵器そこで使ってるようなのをスライドして使ってるような感じなんでうまいこと取り込んでねそこがやっぱ長谷川さんらしいなとは思います。いいところだと思います。塗装する人にとってはねいらないところのデカールも入ってるのは事実なんですけれどやっぱりね、企業として長谷川さんとしては模型人口をもっと作る人を増やしたいからそれでね、無塗装でなるべく接着剤も使わないで組めるいうスタイルでやってるからこういうのやってるんだと思うんですね。塗装前提言ったら前提かもしれないけど塗装しない人のためにこういったデカールが顔周りとかね、車輪カバー周りのがちゃんと入ってるんでマクロス系もそうだったんですけどねそういったの入ってるんでね塗装前提だわーっていう前に一度この辺りもねぜひ試していただければと思います。はい、そうしましたらね、切り取ったデカールをこのように水を含ませたスポンジの上に置いて貼り付けの準備をいたしております。そして貼る前にクレオスのマークセッターを塗っていきます。よく振らないとね、糊が結構こう下に沈んでるんで振ってあげた方がいいです。セッターを塗布してあげてそしてこのように竹楊枝でデカールをスライドさせて貼り付けていってます。ピンセットでやるとね破く時あるんでね竹楊枝とか爪楊枝とかねあとは綿棒とか使った方がいいかと思います。そしてちょっとね位置が悪かったんで綿棒で直してあげます。綿棒もね先に水を含ましてあげてる方がとてもやりやすくなります。この後ソフターを塗ってマークとキットを密着させます。デカールが乾いたらトップコートを拭いてあげてデカールをコートしてあげます。
次はウェザリングでいつもの水彩ウェザリングペイントを使っていきます。ウォッシュアンバーを使います。水で溶いて、もう筆でワシャワシャ拭いて、とにかく全面にね水で溶いて塗っていきます。もうこのようにね粗くていいです。でこの後でティッシュペーパーとかでね大きい面は拭き取ってあげて、それから綿棒でね細かいところは拭き取っていくといい感じに仕上がってきます。はい、ウォッシュアンバーを拭き取った後は、次はベーシックブラックで筋彫りのところをね締めていってあげたいと思います。黒流すとねちょっと締まりが良くなるんでね、今回は全体じゃなくって筋彫りのところをメインにいってあげたいと思います。なのでこの黒色を溶かす水も割と多めでねシャバシャバにしていきたいと思います。細めの筆でねシャバシャバと入れていってあげます。はみ出ししたところもね乾いた後で水を濡らした綿棒で拭き取っていってあげるといい感じに仕上がっていきます。次はミディアムマットで土ぼこりの表現をしていきたいと思います。こちらも水で溶かして全面をよく塗ってあげた後、乾いてからそれから水を含ませたティッシュペーパーで拭き取っていってあげて、で細かいところはね同じように水を含ませた綿棒で拭き取ってあげるといい感じに仕上がってきます。はい、それではこれからね、指ですね、指のポロリを改善させていきたいと思います。これね、ヒートペンのベンダーのニードルタイプのやつをね、つついて引っ張り上げた時に山ができるんで、その山で止めてあげようっていう風に加工していっております。絵付き針なんかをね温めてやるのもね手だと思います。で今回ね、前回と同じ拳は2つポロリしやすいのはあります。でさらに2つ連装のランチャー持ってるやつですね、バズーカかな、4連装のあれがね結構外れやすいですね。で横っちょのところですね、ここを盛り上げていきますね。ヒートペンで抜く時に山ができるんで、それで止めるっていう感じです。でさらにですね、これだけやったら不安やったんで、前回ザブングル作った時はサフで太らしてあげてたんですけど、今回ねピットのり使います。ちょっとねラベル剥がれてるんですけど、結構昔に買ったもんです。これねプラスチックとね接着っていうよりもシールみたいになってくれて止まるんですよね。で乾いた後でくっつくんですよ。なので指のところと拳のところ両方つけて、で乾いたら透明になるんで、透明になった時にねペタッとくっつけるとシールみたいになってねくっついてくれるんで、また取り外しもできるんで、これ使ってみることにしました。こういうとこね瞬着で太らすよいう方もおられるんですけど、で昔の私だったら私もなんか瞬着でやったかもしれないんですけどね、ちょっと長年経験してると瞬着ってやっぱりね PS 素材に対して割れがあったりこうボロボロになることあるんですね。それがちょっと嫌なので、なるべくね長年置いておきたいないうのがあるので、こういったね、樹脂に対してあまり影響なさそうな素材を使っております。仮組みするときにねこのピットのり使われる方もおられるみたいです。ただねこののり私も仮組みで使ったことあるんですけど、本ちゃんで接着剤使って使うときにこれついたところをちゃんときれいに洗い流して外してあげてないと接着剤がねちょっとつきにくくなるんで、そこはね注意するところですかね。はい、次はライフルのレンズの銀色のとこですね。そこをね、銀色のシールで貼っちゃってデコレーションしたいと思います。でもうすでにつけて貼っちゃってるんですけど、こうしたよいうことで、昔のドラクナファルゲンのねこのシールがね
実はアルミなんですよ。アルミテープなんですよ。でそれをくっつけたものがこれになります。結構ね、今頃のシールってこんなアルミ使ってるのってあんまりなくなってるんじゃないかな思うんですけどね。サイファンのハルゲンもちょっとどっちなのか買ってないんで分かんないんですけど、この時のドラグナーは、本放送の時のドラグナーはアルミシールでした。なのでこれ使ってあげるとね結構いいです。で先ほどのピットのりをまたねここで使って接着しようと思ってます。別にね普通に瞬着でもいいし、透明なクリア接着剤そんなんでもいいとは思うんですけど、こういうのを使って貼り付けてあげます。このようにはめてあげて、でピンセットでやると傷つくかもしれないので綿棒で押し当ててあげます。反対側はもう終わらした後です。それでは先ほど加工しました拳に取り付けます。このように引っ掛けてあげて指を取り付けてあげます。指もねちょっと抵抗がついたんで割とそこそこしっかりつくようになった。でもちょっと親指外れましたね。親指は加工忘れてたんで後でまたね加工して取り付けてあげたいかと思います。とりあえず親指をね後で加工したいとは思うんですけどつけてあげてみました。前より割としっかりしました。今回なんとかできたザブングルですけど、前回作ったものとちょっと並べてみましょう。これ前回作った最初のパターンのやつですね。で足のここが外れる言ってたやつですけど、ここの可動範囲はねでも外れる分広いんですよね割と。で新しい方なんですが、こちらはねやっぱりちょっと狭くなってます。でもここまで動きます。見た目だとね大して変わらないかないう感じがするのと、外れない構造になりましたんで、割としっかりしたかないう感はあります。あとね羽付きのザブングルの方にこの肩の武装がはまるのどうなのっていう質問されてる方がおられるので、実際やってみると私改造はしてますけど一応はめれますいうところを見せとこう思います。武器外すときはね首横にして外してあげるといいです。まっすぐのままだとねちょっと抜けづらいですね。首に取り付けたいと思います。顔を横に向けてあげて、そして武器をつけてあげます。こちらもネオジム入れた胸のね上部になるんで、もうそのままパチッとついちゃいます。で羽がね上に上がろうとすると邪魔になるんですけど、下まで下げとけば全然問題はないです。この通り取り付けることは可能になっております。ただ無改造の場合はピン穴の開いてるパーツに変えなければちょっとダメですね。